こんにちは、シャチパンです。今回は縦型洗濯機についてです。最近ドラム式が人気って聞くけど、どうせドラム式の方がいいんでしょって思われてる方多いかもしれません。でもそれは間違いです。ドラム式が合わない方もいますし、縦型には縦型のいいところがあるんです。今回は大手5社の特徴や評判をまとめつつ、縦型の魅力についても触れていきますので、ぜひ最後までご視聴いただけると嬉しいです。それではどうぞ。はじめに縦型洗濯機の魅力を簡単に紹介します。よく比較に出されるドラム式との違いは前回の動画でもご紹介しましたので割愛しますが、縦型の魅力は大きく分けて4点あります。1つ目は洗浄力。水を多く使うことから節水性はドラム式に劣りますが、匂いも取れやすくつけ置き洗いもしやすいです。ドラム式とそこまで大きく変わらないという意見もありますが、泥などの固形汚れも含めると衣類は傷みやすいですが、縦型の方が強いという意見や口コミが多いです。2つ目は価格。なんといっても安いです。ドラム式は縦型より10万程度高いので、いざ値段を見て驚かれた方も多いでしょう。ドラム式は乾燥を使わないのであれば高いだけで何の魅力もありません。逆に乾燥に魅力を感じた方であっても、長時間洗濯機を占有されるのが嫌という方は、衣類乾燥機との併用が乾燥しながら洗濯もでき便利です。ただし衣類乾燥機はガス式のカンタ君とかじゃないと電気代はドラム式よりかかるでしょう。3つ目はメンテ。縦型は洗濯槽の中にある糸くずフィルターを掃除しておけば良いですが、ドラムは乾燥フィルターを毎回、排水フィルターとドアパッキンは定期的に掃除する必要があります。最近では自動洗浄する機能もあり、だいぶ楽になってきていますが、長年使い続けていると乾燥運転で生じたホコリとの戦いとなることがあります。それは乾燥フィルターを抜けてきた小さなホコリが熱交換器などにびっしりついて、乾燥にやたら時間がかかるようになることがあるからです。こうなると100キロ近いドラムを分解洗浄する必要がありますが、素人には難しいのでプロに清掃依頼することになるでしょう。それなりの費用がかかります。4つ目は設置性です。ドラム式は大きく設置できない建物も多くありますが、縦型は奥行きがコンパクトで配置しやすいです。総じてドラム式の人気は近年高まっていますが、口コミを見るとドラム式から縦型に戻したという方も多くいらしたので、必要なものは何なのかしっかり考えてから選ばれるのが正しい選択です。ちなみに1日あたりの洗濯量はご覧のような式で表され、家族の人数に対する容量目安はこのようになりますが、容量ギリギリだと洗浄力が落ちることもあり、縦型の場合余裕を持った容量を選ばれる方が多いです。それでは早速大手5社、日立、パナソニック、東芝、シャープ、アクアの比較をしていきましょう。なお事前に現時点で縦型洗濯機を購入するとしたらどこのメーカーのものを買いますかという題材でアンケートを取ったところ、結果はこのようになり、パナソニックが最も人気が高く、次いで日立でした。昨年、一昨年のデータを見ると、パナソニックは昨年首位を奪還してから今年はさらに票を獲得しました。日立の票は数年変化がないことから、東芝、シャープの票がパナソニックに流れたと見えるでしょうか。パナソニックはドラム式洗濯機と合わせて2冠、洗濯機業界で不動の地位を築いています。一方、シャープの人気が低迷気味なのが気になりました。800近い投票、皆さんいつもありがとうございます。さて、話を戻して各社の上位モデルを基準に特徴を見ていきます。まずは最大容量と外形。最大容量は乾燥機能付きのモデルと洗濯のみのモデルの両方を比較します。いつものように優れている点を青字、劣っている点を赤字で記しています。日立の容量は
洗濯12キロ、乾燥6キロ、乾燥なしのモデルでも12キロまで対応。ドラム式洗濯機のところでも説明しましたが、各社乾燥容量は洗濯容量よりも少なく約半分となります。外形は容量によって各社変わってきますが、他社と比較して全体的に大きめな傾向。操作パネルは手前側にあり、一部の最上位モデルを除いてボタン式。水量や洗濯時間はデジタルで表示されます。なお、この表示形式だと脱水は自分の好きな時間を指定できそうに見えますが、他社と同じく決まった設定から選ぶ形式となります。洗濯物投入口は毛布やシーツなどの大物も出し入れしやすいように幅広設計。洗濯機自体は大きめではあるものの、洗濯機を小さくすると洗濯槽は縦長にせざるを得ません。それは取り出しのしやすさに直結しますので、小さい方がいいとも一概に言えないのです。なお、日立は12キロの洗濯モデルのみ洗濯中の様子が見えるクリアウィンドウを採用しています。パナソニックの容量は洗濯10キロ、乾燥5キロ、乾燥なしモデルは12キロまで対応します。昨年までは日立と同じく洗濯12キロ、乾燥6キロモデルもありましたが、今年ラインナップから消えています。乾燥付きのモデルは10キロモデルだけとなり、乾燥はドラム式に任せる方針なのかもしれませんね。外形はモデルにもよりますが、全体的に高さがある印象。操作パネルはシンプルなボタン式で、洗濯機の奥側にあるという特徴があります。これにより洗濯物が手前側に近く、洗った衣類を取り出す際に腰の負担を軽減できるほか、体が触れることによるボタンの誤作動を防止できると好評でした。ただし、蓋を開けた時に操作できなくなるという弱点はあります。投入口面積も大きめな設計。その他の特徴として、乾燥なしモデルであれば全モデルクリアウィンドウが採用されており、洗濯中の様子が確認できるほか、洗剤の残量も蓋を閉めたままで確認することができます。東芝の容量は日立と同じく洗濯12キロ、乾燥6キロ、乾燥なしモデルで12キロまで対応。外形はモデルにもよりますが、全体的に小さい傾向で、操作パネルは手前側配置のボタン式、乾燥付きモデルではガラスタッチ式となります。投入口はワイド設計と記載はありますが、寸法情報はありません。シャープの容量は洗濯11キロ、乾燥6キロ。洗濯の容量は他社より1キロ少なく、外形は平均的。操作パネルは手前側に配置されたボタン式。乾燥付きのモデルではタッチパネル式となります。投入口に寸法の記載はありませんが、乾燥機能付きのモデルでは唯一の内蓋がないタイプです。昨年まではパナソニック同様、中身の確認できるクリアウィンドウタイプでしたが、今年からなぜか廃止されています。アクアは旧山陽電機が2011年パナソニックに買収された際、重複していた白物家電部門が中国のハイアールに売却されたことにより設立。ハイアール傘下ではありますが、ハイアールとは別ブランドとして開発自体は日本で行われているようです。パナソニックと同じく乾燥付きのモデルのラインナップは少なく、10キロモデルのみ。一方、乾燥なしモデルの方は14キロまで対応し、業界最大容量です。外形は他社と比較しても小さめ。操作パネルはパナソニック同様、奥側にあるタイプです。昨年までは乾燥モデルの方にも大きなクリアウィンドウがついていましたが、今年のモデルからやめています。投入口も寸法記載のあるワイド設計です。なお、各社の共通の注意点として2つあります。1つ目は蓋の折りたたみです。ドラム式の方でも触れましたが、縦型洗濯機には蓋が畳めるタイプとそうでないタイプがあります。もし今ランドリーラックなどを設置し、上のスペースを収納に使用している場合は、蓋が当たらないか
蛇口の位置も注意しておくと良いでしょう。2つ目は洗濯機のトップの角度です。上位モデルとなると洗濯機のトップが斜めになっていることが多く、上にちょっとしたものも置くことができないです。これは手前を低くすることで洗濯物を取り出しやすくする狙いがありますが、人によってはデメリットとなり得るので注意しておいた方が良いでしょう。シャチパンは洗濯機の上に着替えとかお風呂で読むための週刊少年ジャンプを置いたりするので、これはかなりデメリットとなり得ますね。次に静音性。静音性はデシベルという単位で表され、この表では各メーカーの洗濯時、脱水時、乾燥時のスペック値を記載しています。各社乾燥時の音が最も大きく30から50デシベルの幅がありますが、一般的には50デシベル前後は少しうるさいなと感じるラインです。静音性に関してはドアを挟めば気にならないという意見が多くありましたが、人によって印象は様々でした。モデルによっても多少違いますが、洗濯は東芝が最も優れており、実際乾燥以外は静かだと好評でした。一方シャープは少し音が大きいという声がありました。次に洗濯です。多彩なセンサーを用いて AI が洗濯物の状況を把握して最適な洗い方をする日立。泡を作り繊維の奥まで浸透させて汚れを落とすパナソニック、東芝、アクア。業界唯一の穴なしの洗濯槽を用いることで水流の勢いを高めるシャープと、各社洗浄力に関して満足されている方が多かったと感じましたが、強いて言えば日立が特に好評で、アクアが少し見劣りした印象でした。また頑固な汚れや嫌な匂いを落とす温水洗浄はドラム式は多くのメーカーが対応しますが、縦型では対応が限られます。この中ではパナソニックを除くメーカーの乾燥付きモデルで温めた風や洗浄液を使う機能に対応。日立の方は温度の記載もあります。逆にパナソニックは12キロのモデルだけとなりますが、40度の温水コースがあり、実際にお湯を使う分効果が高そうです。温水洗浄を使う方は参考にしてみてください。全然関係ない話ですが、シャチパンは中学生の頃生乾き臭のするシャツを着て登校した際、途中で気分が悪くなって早退したことがあります。生乾き臭の原因となるモラクセラ菌は60度以上のお湯につけることで死滅します。個人的に温水洗浄は60度まで対応してほしいところでしたね。ちなみにシャチパンは80度以上の乾式サウナが好きです。なおシャープの穴なし槽は同社最大の特徴なので少し解説しておきます。長年使った洗濯槽の外側には黒カビが付着しています。穴あり洗濯槽の場合、穴から黒カビの一部が侵入し衣類についてしまうことがありますが、穴なし槽なら穴がないので黒カビの侵入をブロックし、清潔な水で洗濯できます。また穴あり槽は洗濯やすすぎの際、外槽にも水がたまりますが、穴なし槽は洗濯槽にだけ水がたまるので高い節水効果が得られ経済的です。穴がなくて脱水はできるのでしょうか。脱水時はまず洗濯槽の底から排水し、そこから強い遠心力で槽の上部から脱水します。槽に傾斜があるので遠心力を利用して水を上から捨てることができるのです。一見カビとは無縁のように見えますが、外槽には水を通る経路がありますので、全くカビが発生しないわけではありません。次に乾燥方式。ドラム式の乾燥と比較してしまうと、正直効率的にも電気代的にも見劣りしますが、雨の日が続いた時、シワがあまり気にならないタオルや薄手のものの乾燥であれば便利という意見が多かったです。方式には水冷除湿式と排気式の2種類あり、それぞれ注意事項があります。乾燥に使用する温風はどんどん湿気を帯びていきますが、より効率よく衣類を乾かすには
このジメジメした温風をもう一度カラカラの風にする必要があります。水冷除湿はこの温風を文字通り水で冷やし、除湿した水を排水管に捨てる方式です。乾燥時にも水を使うので水道代がかかります。採用メーカーは日立、パナソニックです。一方、シャープ、アクアの排気式は湿気を含んだ空気を室内に放出して新しい温風で乾燥します。水を使用しないのでお財布には優しいですが、周囲に熱気がこもりやすくなります。ご使用の際は換気した方がいいでしょう。どちらがいいかは好みによるでしょうか。なお、東芝は昨年のモデルからメインは水冷除湿、仕上げのみ排気式のハイブリッド方式となっています。次に光熱費です。洗濯だけした場合と洗濯から乾燥までした場合の1回あたりの光熱費を比較しています。容量によっても違いますが、今回は各社ラインナップのあった容量 10kg モデルの光熱費を代表値として記しています。洗濯時の光熱費はどのメーカーも30円前後でほぼ水代です。穴なし層で節水性を謳っているシャープと日立、アクアが優秀で、東芝の水準はやや悪いです。乾燥まで含めると縦型洗濯機はドラム式とは違い、ヒーター式の乾燥方式ということもあり、電気代がそれなりにかかります。モデルグレードによる部分もありますが、水冷除湿を採用しているパナソニックと東芝は高く、排気式のシャープ、アクアは経済的です。ちなみにドラム式洗濯機の光熱費は縦型と比較すると、洗濯は3分の2、乾燥は半分程度となります。続いて液体洗剤、柔軟剤の自動投入機能。自動投入は面倒な計量の手間も減らせ、入れすぎを防止できると好評でした。入れすぎはカビ繁殖の原因にもなりうるので、経済的という以外にも効果があります。なお、デフォルトオフとなっているモデルもありますので、ご使用の際は設定は忘れず確認しましょう。パナソニック、東芝は 8kg 以上のモデルで対応し優秀。日立は 9kg 以上のモデル、アクアも 8kg 以上のモデルで対応し、一見優れていますが、乾燥付きのモデルでは非対応となります。シャープは今年から 11kg のモデルのみ対応し、晴れて全メーカー対応となりました。タンクの容量はモデルによって変わりますので、気になる方は確認してみてください。メンテナンスはタンクを水洗いしてぬめりを取り、経路はお湯を流すというものがほとんどです。次に価格です。インバーター付きの下位モデルから上位モデルの現参考価格を載せています。インバーターが搭載されていないモデルは騒音などのトラブルも多いので、当チャンネルではインバーター搭載モデルを推奨しています。価格は現在モデル展示を控え、販売価格の半額程度まで落ちきっています。お店やモデルによっても変わりますが、アクアが安めな傾向で、日立が高めです。その他のメーカーはモデルにもよりますが、同価格帯となります。なお、買い時のモデルチェンジ時期は各社少しズレがありますが、だいたい5から7月頃で、在庫があれば型落ちモデルの買い時は4月から5月頃となります。各モデルの価格詳細については概要欄にも記載してありますので、ご購入を検討中の方は後で参考にしてみてください。続いて口コミです。口コミ数百件分の分析データとなります。日立は糸くずフィルターのメンテのしやすさが好評でした。透明でゴミのたまり具合が確認しやすく、スライド式で引き出すだけでゴミに触れずに捨てられます。それから総洗浄機能もいいという声がありました。他社はすすぎに使った水を使うのに対し、日立はきれいな水道水を使用する設定があります。水道代がかかるからか、工場出荷設定では機能オフですが、オンとすることで毎日使って1年で700円程度かかる計算です。
仕上がりも好評、洗濯時間も短めで嬉しいという声がありました。一方、悪かった意見としては、洗浄力が強すぎるせいか衣服が傷みやすい、設定水量が少ないせいかは分かりませんが、糸くずが取りきれず残るという意見がありました。続いてパナソニックは、洗濯中外から洗濯物の様子が見えるクリアウィンドウが良いという声がありました。それから匂いの原因菌を除菌するジア除菌コースが好評でした。専用錠剤を入れるだけでお手軽です。ただしファスナーなど金属類がついたものは洗えない点には注意です。また日立以上に糸くずフィルターのメンテを褒める声がありました。一方、悪かった意見としては、脱水設定の自由度がもう少し欲しいという声がありました。これは各社そうなのですが、モデルによっては脱水3分設定がしたくても1分の次は6分など、あらかじめ決められた設定しか選べず、間が欲しいというものでした。個人的には1分刻みでユーザーが指定するのではダメなのかなと思います。それから絡みほぐし機能は好評なのですが、水位を設定変更してしまうとオフとなってしまう仕様が残念という意見がありました。次に東芝は洗濯時の静音性が好評でした。スペック通り洗濯時は静かなようです。また水量も各メーカーと比較しても多く使い、節水性の高いモデルが多い中、逆にいいという意見がありました。悪かった意見としては、光熱費が少し高めな水準なこと、初期不良が他社より多く感じました。続いてシャープは、同社最大の特徴である穴なし洗濯槽が好評で、カビ発生の抑制、節水を褒める声が多くありました。黒わかめも見ないで済むようです。それから本モデルより洗濯自動投入機能が採用されて嬉しいという意見がありました。一方、悪かった意見としては、洗濯がうるさい、脱水が少し弱いという声がありました。脱水は満足されている方とそうではない方、両極端な印象で、原理上脱水は槽の側面上部からの排水となりますので、槽の回転速度など同条件であれば穴あきのものよりは弱くはなります。また洗濯槽洗浄する場合、他社はボタン一つでできますが、シャープは洗濯槽の外側を洗いたい場合、バケツを用意して排水ホースから出る水を受けないといけない点が残念という声がありました。それから糸くずフィルターも布製でゴミを取り出しづらいとやや不評でした。続いてアクアも中が見えるクリアウィンドウが好評でした。また絡みほぐしや自動投入機能など基本的な機能はついているものの、他社より価格が安めでコスパがいいという声がありました。それからラクラクソニックという超音波洗浄が好評でした。襟袖の皮脂汚れや食べこぼしのシミなど軽く押し当てるだけで汚れを取ることができます。悪かった意見としては、他社にはある強力な攪拌機能がないためか洗浄力が、それから層の穴が小さいのか脱水も他社と比較して見劣りするという声がありました。またパナソニックと同じく絡みほぐし機能が水量を変えるとオフとなる仕様が残念という声がありました。最後に満足度です。これは現モデルから一つ前のモデルを対象とした5点満点の満足度平均定数です。過去集計した結果からもどう推移したか見てみましょう。横軸が時間軸、縦軸が満足度点数。今年はさらに各社の点数が開いたでしょうか。長らく日立とパナソニックがトップ争いをしていますが、今年は少し差が開き、パナソニックが最も満足度が高く、次いで日立でした。シャープは徐々に点数を上げこの位置。一方東芝は対照的に点数を下げていっています。東芝は口コミにもあった初期不良がかなり点数に出てしまい、他社に差をつけられつつあります。アクアはインパクトが少し他社に劣るものの、
価格が安くコスパに定評があり、この位置でした。参考にしてみてください。一言まとめ。コンパクトなものをお探しで静寂の日々を過ごしたい方は東芝、業界最大容量に魅力を感じコスパ重視の方はアクア、バランスが良く温水洗浄や除菌など多彩な機能に魅力を感じた方はパナソニック、黒カビこの世からなくなればいいのにって常日頃から思っている方はシャープ、純粋に洗浄力を追い求めたい方は日立が候補でしょうか。今回ご紹介した内容を踏まえつつ量販店などで最終確認をしてみてください。それから本機をお持ちの方でご意見や使用感などもしございましたらぜひコメント欄にいただければなと思います。それでは今回はこの辺で、次回の動画でまたお会いしましょう。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。また見てくださいね。また見てね